岩波新書編集部編、日本の近現代史をどう見るか。シリーズ日本近現代史10。橋書き、近代の幕開けを告げた開国から150年よ。日本は何をもってどのような歩みを進めてきたのでしょうか。21世紀の日本はいかなる歴史的な文脈を抱え、これからどこに行こうとしているのでしょうか。そして私たち一人一人は日本社会の歴史にどう関わっていけばよいのでしょうか。こうした問題を考えるためにスタートしたシリーズ日本近現代史は、幕末維新からポスト戦後社会までを9つの時代に分け、各巻それぞれの著者の持ち味を生かした通史としてこれまで刊行してきました。政治、経済、社会、文化の流れをたどりつつ、とりわけ軍隊と家族、そして植民地の在り方を探ることを通して、近現代日本とは何かを明らかにすることを目指しています。最終巻となる本書では、各巻の著者の方々に、それぞれの時代の性格を捉える際の根本的な問題を問いの形で掲げ、それに答えていくことで、日本の近現代史を見るときの要点を論じていただきました。さらにそこでは各巻の理解を助ける補足的な説明も加えています。終章では通史そのものについて語ることにはどのような意味があるのか、そのことを考える手がかりを提示していただきました。なお、各章の末尾には著者のおすすめの5冊を掲載しました。これからの読書にどうぞご活用ください。本シリーズの総まとめとしてのみならず、シリーズの導入としてもお読みいただければと思います。シリーズ日本近現代史が日本の近現代の歩みを学んでいく上での良き道案内となりますことを願っております。2010年1月、岩波書店新書編集部。第1章、幕末期、欧米に対して日本の自立はどのように守られたか。井上勝夫。反未開と見られた江戸日本。21世紀に入って歴史学に起きた大きな変化は、欧米中心の歴史観からかつては終焉部に置かれていたアジア、アフリカ、ラテンアメリカの側を中心として歴史が新しく書き換えられ始めていることです。文化圏の配置図が地球規模で大変動を迎えています。もともと世界の資本主義や帝国主義の産業システムは、アジア、アフリカ、ラテンアメリカ地域の豊富な資源と膨大な市場によって反映したものでした。アジア、アフリカを中心とする大きなうねりが起こるのは当然だと思います。欧米の歴史、それは強者の歴史でした。日本は近代になってアジアからの離脱を急速に遂げて欧米的な文化に変わりました。いわゆる脱アニューヨーです。欧米中心の視点が日本では他のアジアの国々よりもはるかに強かったのではないでしょうか。私はある時に私自身が開国史を日本の側から観察していないことに気づきました。私たちの視点をアジアの側に移して、歴史を欧米の反対側から注意深く観察してみることが必要です。私たちは欧米を表側と見ることになりきっています。反対の裏側から注意深く観察すると、歴史のスクリーンにアジアの人々、また幕末期江戸日本の人々の個性を持った魅力的な姿が浮かび出てくるのです。以上のような視点の重要性について、幕末維新期の日本開国史を江戸日本の側から観察することで解き明かしてみようと思います。ペリー来航初日深夜の出来事を素材に説明しましょう。1853、嘉永6年6月3日にペリー艦隊 4隻が浦賀沖に怒りを下ろし、江戸日本の開国史が幕を開けます。深夜浦賀上空、南西方向の低いところから赤いくさび形の尾を持つ大きな青い球形の巨大流星が現れて、ペリー艦隊の頭上を青い火が出て燃えているかのように、艦艇に閃光を反射させながら、江戸の方へと一直線に走ってきました。当直士官からこれを聞いたペリーは日記に次のように記します。ペリー遠征日記。そして我々の場合は得意で仲間や万難地国民を文明諸国民の家族の中に組み入れようとする我々の当面の試みが流血の惨事なしに成功できるようにと神に祈る。ペリーは日本開国の成功を神に祈ります。得意で半ば野蛮な一国民は江戸日本を指します。現在の歴史用語で言い直しますと、反未開国の日本です。文明諸国民の家族とは、欧米のキリスト教諸国の一軍のことです。当時、江戸日本はその家族の中に入っていません。欧米はこの家族から江戸日本を排除しているのです。文明はまさしく欧米中心の欧米の世界なのです。元宝とデプロマシー。ペリーはアメリカ大統領の将軍あって書簡を持参してきました。その書簡を読んでみましょう。横浜市第2巻1959年の訳文による。合衆国の憲法及び諸法律は、他国民の宗教的または政治的事項に干渉することをすべて禁止する。要は帰国領土の平安を乱すべき、あらゆる行動をなさざるよう、特にペリー提督に指令した。日本もまた、富饒の国にして、多くの甚だ価値ある物資を産する。帰国人民は諸般の技術に熟練している。両国が互いに通商して、日本及び合衆国と共に利益を受けんことは、世の絶望するところである。
要は既政府の古い法律がシナ人及びオランダ人以外の外国貿易は許可しないことを知る。しかしながら世界の情勢が変化し、また新政府が形成せられるに応じ、その時に従って新法を定めることが賢明とみられる。もし陛下が旧法を改めて両国間の自由貿易を許可されれば、両国に極めて利益をもたらすであろうと考える。大統領は書簡の冒頭で将軍に日本皇帝陛下に呈すと呼びかけています。日本を一個の帝国とみなしたわけです。日本を富裕豊穣の国とも評します。大統領書簡の引用した部分だけでも日本が2回出てきますが、ペリーが日記に記したような半ば野蛮な国という日本という暗い影は全く述べられていません。これに対して実はペリーが合衆国出港にあたって授けられた国務省の一般命令、全般的訓令は日本のことを反未開の弱小国民と位置づけていました。注意深く読むことが必要なのです。大統領は書簡で合衆国の憲法や法律も挙げて、帰国領土の平和を乱すべきあらゆる行動をなさざるよう、ペリーに指令したと説いています。これは事実でしょうか。国務省の一般命令は、大統領が宣戦の権を持っていないので、合衆国の宣誓権は議会にあります。ペリーの任務を平和的正確なものだと言います。しかしその一方では、不慮の事態に備えるようペリーに広範な自由裁量権が与えられました。強力な艦隊を持って最も適当と思われる地点に全艦隊を進めて交渉を始めるようペリーは命令されていました。そのためペリーの江戸湾での実際の作戦行動は強硬でした。日本側の出方次第では戦争になりかねないものでした。ペリー提督日本遠征記でペリーは日本政府に対して断固たる態度を取ることを決めていたと記しています。その態度とは、一文明国が他の文明国に対して当然取るべき礼儀にかなった行動を要求するということでした。来航の初日に日本側が江戸湾での交渉に難色を示すと、ペリーは次のような強硬発言をしました。幕府が残した開国の外交記録、対話書からの引用です。原文の一部、漢文体になっている部分は読み下しました。読みやすくするために原文の表記を一部改めたところがあります。以下も同様です。帆船を持って上陸し、日本の高官の人に直に大統領書簡を相渡し申すべき候。帆船とは大砲付きのガンボート、小型砲艦のことです。それで上陸して書簡を直接に渡すというのです。いわゆる元砲とディプロマシー、砲艦外交です。幕府が受け取らないという返答をすれば、江戸湾での武力衝突の可能性が現実にあったのです。翌日にも日本側から返答がなければ、今は致し方もこれなし、江戸表に行くか、またどのようにも、存念思い通り行動すると繰り返しました。その後も回答を促すために、日本側の制止を振り切って江戸湾の内海へ突入しています。幕臣の外交努力、このような反未開国日本に対するペリーな強硬な発言と武力的行動については、これまでも触れられてきました。しかしこうしたペリーの強硬な発言と武力的行動に対して江戸日本の幕臣たちがどのように対応したかについて今までは注意もされず言及もされていません。浦賀沖での初日、ガンポートで上陸して交換に直に渡すとペリーが発言したとき、交渉の最前線に当たっていた浦賀奉行所の与力は次のように応答しました。国にはその国の国法これあり、その法を犯し候義は相なりがたし、いずれにも。幕臣は江戸日本には自国の法がある、その法を犯すことはできないはずだというのです。そうして日本側の言い分を通しました。こんな発言こそ、幕臣たちがロシアとの外交であれ、イギリスとであれ、アメリカのハリスとであれ、繰り返したものでした。その3年後、ハリスとの外交で大統領書簡を将軍に、ハリスから直に手渡すことの是非が表されたときに、ハリスがバンコク一般の礼儀なのだ、バンコク同様に扱うようにと要求する場面での幕臣の応答を紹介します。一応最もに相聞こえそうらえども、ヨーロッパ州各国の州風と違い、日本は日本の国風これあり、政治に関わり、取扱いかね候義は何分致しがたし、日本は日本の国風これあり、ヨーロッパ諸国の風習と違うと応ずる日本側の交渉態度は明確で一貫しています。それでもハリスはイギリス艦隊が来航するとか、あるいは認めないと合衆国との戦争になると威嚇して、日本の情報を引き出してきます。日本側もハリスが威嚇していることは知っていたのです。条約があればイギリスに領土を取られないというハリスの説得に対して、これまで西洋の中で滅んだ国はあまたあると聞いている。国を保ち候は、選手の力これあり候ゆえの義で、条約には寄らないように聞いていると批判を加えて理解していました。その選手の力が幕府も自ら認めたように江戸日本では決定的に不足していたのです。軍事力の格差が大きいときに
弱国の江戸幕府が日本の国交を掲げて外国交渉の中である程度の抵抗を通すことが可能だったでしょうか。実際に私は軍事力の格差が大きかったのだから、外交交渉による抵抗など大して意味はなかったのではないかという質問を読者からいただきました。その質問には一理あります。考えてみてください。現代の国際社会でも各国軍事力の格差は極めて大きいものがあります。それでも外交交渉は明らかな大きな意味を持っているのです。武力によらず交渉を尽くすという努力です。今も戦争はそれにふさわしい理由なく起きています。アメリカが参戦したベトナム戦争は12年もの間続き、北ベトナムのもと解放戦線、そしてアメリカ合衆国と南ベトナムで、総計330万人を上回る死傷者を出しました。世界やアメリカ国内での反戦の機運は高く、早く終結することが可能な戦争でした。アジア太平洋戦争ももっと早く終結することが可能でした。時代を遡ってペリー来航直後にヨーロッパで起きて、日本の開国の運命にも大きな影響を与えたクリミア戦争は、セバストポリの戦いなど、世界の戦史に残る惨憺たる塹壕戦の様子を呈しました。トルコとロシアの戦争に始まり、イギリスとフランスなどまでが参戦しました。この戦争は錯綜した列強外交の末、イギリス、フランス、ロシアの本意に反して起きてしまった戦争と言われています。戦争突入もどの国も予想しませんでしたが、そうなってしまったのです。これは失敗例なのですが、このように戦争への突入や終結に際しても、外交という人為のなせる働きは、歴史をプラスにもマイナスにも大きく変動させる力を持っているのです。外交努力が現代だけに存在していると考えるのは、過去に対する過小評価だと思います。ワシントン衛星、一例を挙げましょう。1857安政4年、日米和親条約の一部を改定する下田協約の内容をめぐって、交渉を担当していた下田奉行とハリスの間が険悪になった場面です。ハリスは下田奉行との交渉の席で次のような態度をとります。対話書の記録から紹介しましょう。傍らにあり合わせ候紙、引き裂き、体積の間に投げ出し、いだげ高に相なり、眼色を返じ、憤怒華々しき様子に相見え申し候。ハリス激怒の場面です。紙を引き裂いて双方の間に投げ出しました。そして次のような発言に及びます。改めて、御前見の角へ対し申し上げ候。日本にては両国の混徳をお望みなられずとのお書きつけくださるべき候。戦争をお好みの義に候らば、右の心得にて帰国申し立つべき候。ハリスは日本の全権井上清直らに対して日本では両国の友好を望んでいないという覚書を要求します。日本側が戦争を好むのであれば自分はそのつもりで帰国すると言い放ちます。戦争をもって威嚇したのです。この発言に至る経緯も興味深いのですが、ここでは商人の日本滞在をめぐる日本側にとって重要な交渉だったということだけを指摘しておきます。これに続く全権井上清直の応答を紹介しましょう。一旦和親取り結び候上いかでか。戦争など望み申すべきや。両国へ渡り候事件は互いに誠実を尽くし、衛星まで差し支えこれなきを取り計らい候こそ相望むところに候。見事な発言だと私は思います。この後交渉は平静なものに戻るのです。井上清直発言の真意を知るためには発言の中の和親と衛星という2つのキーワードに注意する必要があります。3年前に両国で結ばれた日米和親条約の第1条を次に掲げます。これは和親条約の主文です。日本と合衆国とはその人民衛生普及の和親を取り結び、場所人柄の差別これなきこと。衛生という言葉を見れば井上清直発言がこの第一条を踏まえたことがよくわかると思います。井上清直は行き違いがあっても戦争はできるだけ避ける。互いに誠実を尽くそう。それは衛生のものでどこであろうと誰であろうと区別しなかったはずだと順序をたどってハリスに反論しているのです。ハリスもそれに気づき、そのためもあって交渉が穏やかなものに戻ったのだと思います。先ほど言いましたように、この時幕府は外国商人の日本での営業という重要問題に直面していました。詳細は別の機会にしますが、幕府はこの問題に知力を尽くして対処したのです。それにしても私たちは和親条約を結びながら、折あれば平然と戦争発言を繰り返すハリスの出方を、あまりにいぶかることもなく記録を読んでいます。しかし、井上清直の発言を読むと、幕臣の対応に軍事力むき出しの発言に対処できる穏やかな英知とでも言うべき、外交の力があることに気づかされるのです。嘘と怒り。私たちはとかく歴史を偏りなく見ていると思いがちです。私たちの歴史を見る視点がどれほど偏見から自由なものなのか点検してみたいと思います。ハリスの戦争発言をもう一例挙げましょう。1856安政3年ハリスは常時同席する目付について密偵だと怒ります。
島田奉行は日本では通例の規則なのだと説明するのですが取り合いません。ハリスは押し問答の末次のように発言します。ハリスすべてお見気なられ、表裏のお取り計らい、あえ止め申さずそうらば、不如意外の災い、出退申すべく候。下田奉行。1、ほか、申し聞き候義は、これなく候や。ハリス、これなく候。これでこの日の交渉は終わります。ハリスは意外な災いと言って戦争をほのめかしました。下田奉行は交渉記録に次のような赤書きの補足説明を加えています。赤書き。列罪いたし折り候、おかちめつけを指し、事柄は相分からず候らえども、しきりに罵り候様子に相見え、または、給仕の者茶、持ち参り候を見受け、差し出し候に及ばずとの義にもこれあるべし、手を振り払いのけ候にようにいたし、すべての所意、発狂人の手につき、強いて引き合いに及び候とも、一度、憤怒を募らせ候にまでにて、周囲、投資金候につき、対話相止め申し候。ハリスの激怒した様子がリアルに描かれています。戦争発言をしたハリスに島田奉行は右の発言のように、他に言いたいことはないかと聞くにとどめて交渉を打ち切りました。ハリスは実はたびたび激怒しています。しかし今までこうした部分は特に注目されてきませんでした。それだけではありません。定評ある伝記、ハリス伝日本の扉を開いた男の著者カール・クローはその第13章に史上最大の嘘つきという章を設けて次のように説くのです。私たちの歴史を見る視点を考えるために引用しましょう。日本の役人たちが一番驚いたことは、ハリスが一言も嘘をつかなかったこと、あらゆる質問に対しては率直な回答をしたことである。彼は日本の役人の態度を変えさせた最も重要なことは、外国人との取引で使う月並みな戦術が、彼に対して完全に失敗だと言ったという事実。これは小さな嘘や言い逃れで外国人を無益に怒らせることだ。こうした戦術にぶつかってもハリスは決して腹を立てなかった。この文章にあるハリスが一言も嘘をつかなかったや、ハリスは決して腹を立てなかったは事実と違います。一方、ハリスは彼の日記日本滞在記で日本人の嘘についてたびたび言及します。彼らは地上における最大の嘘つきである。それは全く嘘と二枚舌で固めたものである。何とかして真実が回避される限り、決して日本人は真実を語りはしないと評します。この日本の役人、幕臣の嘘の部分も一方的な記述です。私自身最初に日本滞在記で日本人の嘘を読んだときは、なるほど、幕末の幕臣たちはそんな程度であったのだろうと思いました。クローの視点と同じ位置にいました。私たちは幕府は反未開という見方になりきっているのです。注意深く欧米の反対側から歴史を見てみましょう。ハリスは江戸で老中以下の閣僚たちに大演説をします。条約があれば大丈夫という説明について老中の諮問を受けた幕府の勘定奉行は次のように点検しています。すでに去る寅年大統領承諾の条約、日米和親条約、これありそうらえども、なおまたこの度のごとき申し立ていたし候は、条約の頼みがたき証拠にて、趣旨は先ほどの下田奉行井上清直の指摘と同じものです。衛星和親の条約を結んで間もないのに、なお条約を結べば大丈夫と迫るその説明の齟齬を踏まえて、欧米の条約の効力について頼みがたきもの、すなわち限界のあるものと主張しているのです。幕府の点検は確信をついていると思います。ハリスの大演説については本シリーズ第1巻幕末維新で紹介しました。一例を挙げますと、ハリスのアメリカ合衆国は他国の領土を戦争で奪ったことはない。平和の国だという説明に対して、オランダ別段風雪書きなどの情報によって、近年のメキシコとの戦争で合衆国がカリフォルニアとニューメキシコを奪い取った事実を確かめて、申し立ての趣は全く偽りと相聞こえ申し候と、ハリスが偽りを言っていることを立証していました。アメリカのメキシコ戦争は1846から48年。しかも勘定奉行はハリスとこれらの真偽を改めて争う必要はない。ハリスの偽言を心得て、それを踏まえてハリスとの条約交渉に臨めばよいと上申し採択されました。ハリスは自身の大演説が詳しく点検され、自身の様々な偽言が幕府内部で正確に立証されていたことを知らないまま条約交渉に臨んでいったのです。不平等条約の評価。幕府の外交についてこれまで私たちは低く評価しすぎてきたのだと思います。それはハリスと幕府が結んだ日米修好通商条約についても言います。通商条約は幕臣井上清直、岩瀬忠久なりとハリスとの間で条約の内容をめぐる13回の交渉の結果締結されました。双方は議論を尽くしたのです。条約の第一のテーマは貿易のあり方でした。通商条約については不平等条約であるため、日本側に一方的に不利だと言われてきました。確かに領事裁判権や変務的債権国条項、協定関税は
不平等条約に違いありません。しかも幕府側もハリスの言いなりになったのではありません。通商に関わる重要な問題について議論を尽くして日本側の言い分を通しました。その一端を紹介しましょう。この重要問題について述べる前に、例えば領事裁判権の採用について少し考えておきましょう。日本側が外国人に対して裁判を行う権利を放棄した点は、主権国家の立場から見れば、ありうべからざる不平等条約と言えます。主権国家とは収容集権化し、法律を領域内すべてに及ぼす国家です。しかし、江戸日本は主権国家ではありませんでした。大名はそれぞれの藩領の中で自身の裁判権を行使していました。幕府がもしも欧米人に対しては裁判権を及ぼすとすれば、まず日本国内のこうした裁判権の分散が大きな障害になったことでしょう。明治維新の後、明治政府は領事裁判権を解消しようと努力しますが、結局日本に集権された裁判制度が整備されるまで、その解消はできなかったのが実情でした。1899年解消。また、もし幕府が外国人に裁判権を行使したとすれば、裁判の行方をめぐって幕府と欧米との激しい衝突が発生したことでしょう。幕府と欧米では法もお互いに異文化でした。江戸幕府のような主権国家ではない状況では、領事裁判権はやむを得ない。それどころかむしろ必要な制度という一面がありました。自由貿易帝国主義と幕府、通商交渉でも日米修好通商条約の中に日本に有利な条項があったと近年評価されるようになってきました。ここで通商に関わる重要問題について説明したいと思います。最初の方でペリーが幕府に渡したアメリカ大統領の将軍宛て書簡を読みました。書簡は幕府に、旧法を改めて両国間の自由貿易を許可されれば、両国に極めて利益をもたらすであろうと自由貿易を進めていました。両国に極めて利益をもたらすという説明は事実だったのでしょうか。幕末維新では、ペリーが幕府全権、林大学の神に自由貿易を迫った場面、またロシアのプチャーチンが川地俊明と通商をめぐって論争した場面を紹介しました。ペリーは交易は有無を通じ互いの国益にもなるのであって、決して不利益にはならないと迫りました。またプチャーチンは互いに値安のものを商う通商は国を富ますのであって、国を害することはないと迫ったのでした。アメリカ大統領とペリー、そしてプチャーチンは通商は不利益にならないという同じ趣旨を持って日本側に迫ったことがわかります。当時のイギリスなどの自由貿易システムを経済史の研究者たちは自由貿易帝国主義と呼んでいます。ここでその要点をまとめておきましょう。19世紀になってフランスやアメリカ、オーストリア、ロシア、ドイツでも強硬な保護政策の下で資本主義的生産が形成されたために、イギリス製品はヨーロッパから世界の高圧地域へと市場を移します。イギリスは圧倒的な生産力の違いによって安い商品を大量に高圧地域に輸出します。輸出された商品の中心は綿布でした。そうして高圧地域の綿業を中心とする在来産業が破壊されるのです。高圧地域の在来産業はしばしば相当程度発展していたにもかかわらずです。高圧地域は原料食料の供給国、工業製品の輸入国となって、欧米資本主義に従属する経済構造になってきます。これが自由貿易帝国主義のごく基本的な姿です。以上から分かるように自由貿易帝国主義時代の貿易は、高圧地域にとって利益になるとは限らない。それどころかむしろ害となる面が多かったのです。その国の自制的な近代化の基盤になる在来産業が壊されかねないのです。プチャーチンとの外交を担った川地は、値の安いものを交易するのが利益だという説には、道理と賛成しますが、貿易が国を富ますという説には、川地に送られた立派な卓上天文時計を例に挙げて、日本人は何もかも渡してすっぱだかになってしまうでしょうと巧みに否定しました。叩き上げで民生の経験も豊かだった川地は、欧米との貿易の危険性を察知していたと思います。後で述べますように、日本では外国商人の活動に制約が加えられたのです。それでもアメリカ南北戦争の影響もあって、日本産綿花が大量に輸出され、綿布輸入と合わせて発展していた綿織物業は、織屋層に甚大な被害を出しました。一方で、イギリス以外の欧米諸国は、19世紀前半には輸入禁止を実施して、世界の工場となってイギリスに対抗して自国産業の成長を図りました。同じ世紀の半ばには、輸入禁止を緩めますが、重要品目の部分的禁輸、フランス、ロシア、あるいは一時には5割にも達した交換税、アメリカを課しました。欧米側は貿易が自国に不利益をもたらすことのあることをよく知っていました。貿易が国益を損なわないと言い切った欧米側は真実を述べませんでした。そして交渉に当たった日本側の幕臣の誰一人、そのような偽言に従いませんでした。後世の史家からは評価されず、かえって近代的貿易について無知だったとそしられるのですが、諸庶民、
一周する横浜。また、幕府維新では紹介できなかったのですが、通商条約交渉で幕臣が貿易の重要問題について抵抗を貫いている箇所があります。外国人の旅行権の問題です。この外国人の旅行権の問題が、近年日本国内市場への外国商人の侵入を防ぐ役割をしたとして経済史研究者から注目されています。日米修好通商条約と同じ時期に結ばれた中国の天津条約では、外国人旅行権は中国国内全体について承認されました。それに対して日本では原則として外国人旅行権は10里約40キロ以内に限定されました。外国人旅行権の制限が日本人を雇って巨額の前貸し資金を与えて産地へ派遣するなど、違法に近い様々な手段で国内市場への進出を試みた外国商人の国内侵入を防止しました。外国商人自身が産地へ行けないという規制は重要な役割をしました。現代の代表的な経済史研究者、石井幹二氏は次のように指摘します。開港上において日本の有力な売り込み問屋層が形成されない限り、外国商人のこうした産地買い付けの試みが繰り返し現れることを考えると、石井氏は説明して次のように言います。この文章が重要です。引用しましょう。1981年開催カンファレンス記録、世界市場と幕末開港に載っている石井幹二氏の報告です。幕末横浜に移住したキート商人、売り込み問屋の歴史的役割は、外国商人の国内流通過程侵入を阻止した点からも改めて評価されるべきであろう。外国商人の旅行権が規制されただけでは十分ではないのです。日本国内に横浜の外国商人へキートなどを売り込む日本側の売り込み商人、石井氏は売り込み問屋と記しますが、殺到し出店する。石井氏の使う言葉では、一周することが必要でした。実際に横浜へは売り込み商人たちが一周して、外国商人の侵入を防ぎました。石井氏は旅行権の制限と売り込み商人の一周、この両者が日本民族的貿易になったと評価しています。日米修好通商条約を結ぶ条約交渉でハリスはアメリカ人の旅行権を日本側に要求するのは旅行先の土地土地で産業の様子を見ること以外に別にこれなしと発言して国内自由旅行権を要求しました。ハリスとの通商条約外交の優れた分析を行ったのは横浜市史第2巻です。今もこれを超えるものはないと言って過言ではありません。横浜市市はハリスの右の発言を外国の我が国内経済を支配する短所ともなると商業上の目的の主張としてしています。この部分の執筆は外交史家の石井隆氏で的確な指摘ですが、これに対する幕臣の音について幕臣が日本人の人心に触り国内の不安を醸し出すと非常に感情的な言葉を吐いたと、外国人力が生み出す人心不安を予想してもっぱら感情的に激しく反発し、それによってハリスの旅行権要求が退けられたように説明しているのは、幕府外交が反未開のもので劣っているという先入観が働いているのだと思います。しかしながらこの横浜市市の評価が今でも定説になってしばしば引用されています。事実を対話書記録から紹介しておきます。戦前から刊行されている大日本古文書、幕末外国関係文書第18巻に一問一答が掲載されていますので、幕臣がハリスの発言に対して述べた反論から2つを一例として引用しておきます。神奈川を開港すれば貿易相開き候上は、諸庶民一周、たちまち大都会をなし候は、疑いなきことに候。用水の地を開く上は、全国の産物ことごとく集い来たり、いささか差し支えこれなし。幕臣井上清直らは神奈川、実際に開港されたのは南隣の横浜村でした。貿易を開けば諸庶民一周してたちまち大都会になる。そしてそこに全国の産物が集まる。外国商人の国内旅行権は必要ないとハリスに反論しました。幕臣は同じ趣旨の発言を繰り返しています。この幕臣の発言は、実は石井幹二氏の日本商人が横浜に一周して外国商人の進出を防いだという指摘と同じなのです。幕臣は日本商人が一周して開港場が大都会になること、そこに産物が集まることを予言しています。歴史は横浜村が示したように現実にその通りになりました。しかも幕臣も一周という現在の経済史家と同一の言葉、漢語を使って同じ事柄を発言していたところに胸を打たれないではいられません。意はハリネズミの毛の意味で、一周は群がり集まることです。反未開の側に移る想像力。交渉記録はハリスが様々な比喩、反復、抗弁をしたと記しています。しかし幕臣はそれにかけ替え難き汝これあり、何分整いがたく候と外国人旅行権を拒否し続けました。井上清直自身が入れようがあって熱海と江戸で元美師を求めたところ、物が集まる江戸での方が安かった経験談をハリスに説くなど議論を尽くしています。
幕臣は売込省が外国人商人の進出を防止する貿易になることを明確に分かっていたのです。これまで私たちは幕臣の外交交渉を劣ったものとあまりにも、そして手ひどく過小評価してきました。売込省が横浜に一周し、その中には、岩屋や野沢や吉村や永吉や杉村屋など大売込省も出てきます。外国商人の国内進出の旅行権はその後においても与えられず、日本の国内市場は守られました。国内市場はたまたま守られたのではなく、幕臣のそれを目指して外交努力があったからなのです。先ほど引用した用数の地を開く上は、全国の産物に続けて幕臣は日本の庶民すら全国をことごとく旅行する者、一人も来れなく候と反論しました。江戸日本の旅行のシステムから言っても、商人の資金力から言ってもその通りだと思います。もし莫大な資金と公開自在な蒸気船を持つ外国商人に自由な全国旅行権が認められたなら、日本の国内市場は計り知れない打撃を受けたと思います。欧米の一般性、万国一致を主張するハリスに対して、幕臣が日本には日本の国宝これありと日本の独自性を主張し続けた意味は大きかったと思います。こうして軍事力によらないで日本の経済的自立は守られたのです。右のように幕府外交が無策でなかったことを指摘しました。私が最も説明したかったことは、視点を欧米中心からその反対側へ移すような、複眼的で柔軟な歴史の見方が必要だという点であります。反未開の江戸日本という文明側の視点で見ると様々な事実が隠されてしまうのです。先入権から一歩踏み出て、幕府の側へ視点を移す想像力を持って注意深く観察すると、西欧の人々とは別の幕末期江戸日本の個性的で魅力的な相貌が次々に浮かび出るのです。自立の出発点。これまで開国期に無為無策であった幕府が一方的に不平等な条約を認めさせられ、それに対して条約反対という国内世論を受けた天皇と朝廷が登場して、条約を拒否し、ここから幕末の政治史が始まるという物語が作られていました。幕末維新でも叙述しましたように、幕府は軍事力の違いを踏まえて戦争を避け、欧米の要求に対しては情報を集積して、その危険性を察知し、欧米への情報をできるだけ縮めるように努めるという路線を取りました。交渉記録、対話書も公開して大名たちの合意、世論を作り出しました。全身的開国路線です。江戸日本の自立は売込省の異臭に見られるような日本の経済の成熟と幕府の全身的開国路線によって守られたのです。堀田正義老中主座が外交交渉を担当した幕臣、川地正幕と岩井忠義を連れて京都へ行き、詳しく事情説明をすると事前に朝廷に対して明言したにもかかわらず、孝明天皇は堀田が京都に着く前に、閣僚状況の上、演説候とも固く許容これなきよう、開口は許さない、打ち払いしかるべきやと表明しました。正月26日天皇書簡。幕末維新で紹介しましたように、こうした天皇の言動は、有志大名、千松成明や山内豊重から支持されず、それどころか諸生同様の論、無謀、山内豊重、内乱になる島津成明と厳しく批判されたのです。しかし明治以後、重要なその事実はことさらに無視されて、天皇があたかも政争の中心に居続けたかのように明治維新史が叙述されてきました。開国は幕末史の激動の始まりです。日本の自立が守られた事実の総体を知るためには、その後の国際的変動と国内の政治史を述べる必要があります。幕末維新を参照してください。ここで述べましたことは自立の出発点です。しかし外交努力のできる幕臣を生み出した日本の政治の内的な成熟、そして売込省の異臭をもたらした江戸後期日本の経済の成熟が、日本の民族的自立の広大な基盤となり、それらが明治維新全体の基幹となる近道水脈であったことには変わりがないのです。おすすめの5冊、島崎藤村、夜明け前、岩波文庫2003年、今も歴史小説の最高傑作、文豪晩年の雄大、リアルな筆致は今日も比類がない。木曽路の徳能家たちの視点が堅持されている。主人公は最後に維新を通話する。感動的だが暗い下巻も戦前1935年の定番本は、ファシズムの足元が高くなった時代の中で、発売直後から爆発的に支持された。2、田中彰、明治維新、日本の歴史24、小学館1976年、後に講談社学術文庫。王政復刻で大後の通史として高い定評がある。魅力的叙述の難しい時代だが、悠久処分で締めくくり、民衆運動を入れるなど、リベラリストの姿勢が一貫している。また中村哲史の集英社版、日本の歴史16、明治維新は経済統計などを駆使して明治初年の対局を分かりやすく描く。どちらも学問的水準の高い一新政府時代の通史である。3、花咲恭平、
静かな大地、松浦武四郎とアイヌ民族。岩波書店1988年、後に岩波現代文庫。北海道は植民地そのもの、アイヌ民族のこの主張が心に響く。明治政府の牧長主義は維新の初めから示された。今日のアイヌ新法の不十分さに対する民族の怒りがたやすく声に出せないほど胸中深く抱え込まれていることは一般に知られていない。レポルタージュを交えた本書は明治維新史を捉え直す有料な手がかりになる。4. 吉村明、落日の宴、勘定奉行川地清幕。講談社1996年、後に講談社文庫。幕末維新でも紹介した幕臣川地の伝記小説である。近刊のものでは幕臣中島三郎之助を取り上げた佐々木上司の黒船等々。幕末の歴史小説は敗者を取り上げたものに修作が多い。吉村氏は各所で敗者の幕臣が歴史上重要な役割をしたと語っている。史の対極的な歴史の見方が素晴らしい。5. 渡辺教授、生き潮の面影。地方の出版社から出てペーパーバッグで再刊された。最初に刊行された時から感銘を受けた一冊である。幕末江戸の老若男女、自然、動物、博物を描いて、叙述も精緻で新鮮である。開口趣味でないことは最終章、心の垣根でも一読了解できる。アナアルファ等々の歴史学を紹介した上のものと見ているが、読ませる点でも、近次、随史とも、